皆さんこんにちは、幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。今日はフリーレンで日本語勉強という話をします。早々のフリーレン、皆さんは見ていますか？第2期シーズン2がスタートしてまた最初から見ているんですが、本当に楽しくて素晴らしいアニメですね。今日はそんな早々のフリーレンを見たことがある人にお話ししたいと思います。最後にフリーレンのすごいところについていろいろ話すつもりですが、その前に日本語の勉強の話。フリーレンで日本語勉強というタイトルを見てどう思いましたか？フリーレンで日本語の勉強なんて難しい、できないと思った人が多いと思います。正しいです。私もそう思います。フリーレンはファンタジーの話で、日常生活では使わない言葉がすごく多いので、このアニメで日本語を勉強するのはレベルが高いです。フリーレンに出てくるキャラクターはドラゴンボールみたいにすごく怒っている人とか、早く話す人が少なくてゆっくり話す人が多いので、他のファンタジーのバトルアニメに比べると会話は分かりやすいと思いますが、それでも本編メインストーリーはレベルが高いです。でも今日私が紹介するコンテンツは実は本編の話ではありません。早々のフリーレンのオフィシャルサイトにあるミニアニメの話です。このミニアニメを見ることが今回私が紹介したい勉強の方法です。こちらが、そのミニアニメ〇〇の魔法のページになるんですが、みんな小さいキャラクターになっていて、アイゼンはあんまり変わらないんですけど、すごく可愛いのも私の好きなポイントです。毎回フリーレンが変な魔法をシュタルクやヒンメル、時々、自分にかけて面白いことが起こる、そんなコメディのエピソードコレクションです。例えば第1回だと、考えていることを言ってしまう魔法をヒンメルにかけて、ヒンメルがいつも考えていることをみんなに話してしまうという感じです。ミニアニメではヒンメルのエピソードも多くてファンには嬉しいです。このミニアニメは日常の会話が多いので、本編よりも優しくて日本語のリスニングにもいいアニメです。アニメはとても短くて2分くらいで終わります。これなら集中して会話を聞くことができますよね。しかも英語や中国語など外国語の字幕がありませんから、日本語がわかる人だけが楽しめます。日本語を勉強している皆さんは大きなアドバンテージですね。優しいと言っても本当のビギナーには難しいと思いますが、 JLPT N4 以上の人や元気1、みんなの日本語1の勉強が終わった人、私のビデオを見てだいたいわかる人にはいいレベルです。アニメの会話は多分 50% から 80% は聞いてわかるレベルかなと思います。このミニアニメは今18エピソード見られるのですが、今でも新しいエピソードが
時々アップされています。エピソード1から見なくても好きなものから見て大丈夫なのもいいポイントです。私も日本語を勉強している N4 から N3 レベルの生徒さんと一緒にこのビデオを見ることがあるんですが、この18のエピソードの中でも難しいものと簡単なものがあります。難しいエピソードと優しいエピソードを分けると、こんな感じです。ちょっと見にくいかもしれませんが、星が1つが優しくて星が3つが難しいものです。特におすすめなのは1、考えていることを言ってしまう魔法。2、お酒からアルコールだけを抜く魔法。3、朝決まった時間に起きれるようになる魔法。4、体からいい匂いが出る魔法。この4つのエピソードです。ファンタジーの言葉が少なくて生活に使う言葉がたくさん出てきます。概要欄にもメモしましたが、このビデオのスクリーンショットを撮ったりして優しいレベルのものから見てみてください。フリーレンファンならきっと楽しく日本語のリスニングができると思います。最近はミニアニメがあるアニメが増えました。鬼滅の刃は鬼滅学園という有名なミニアニメがあってたくさんの人が見ていますし、進撃の巨人、怪獣8号、薬屋の独り言など人気アニメにはこのミニアニメがあることもよくあります。でもミニアニメだからレベルが優しいわけではありません。薬屋の独り言や怪獣8号はミニアニメでもすごく難しくて日本語の勉強にはあまりおすすめできません。ですからフリーレンのミニアニメは珍しくてミラクルだと思います。こっからは私の大好きなフリーレンの話、本編の話をしたいと思います。ここまで見てくれた人は多分早々のフリーレンのファンだと思いますが、シーズン2が始まりましたね。見ましたか？私もずっとこのシーズン2を楽しみにしてきました。アニメを楽しみたいので漫画を読むのも我慢して待っていました。久しぶりに見たフリーレンは相変わらず面白くて絵が綺麗で、またこの美しいフリーレンの世界に戻ってこれたことが嬉しかったです。シュタルクがすごく頼もしい感じに成長していたのも良かったです。アニメフリーレンの素晴らしいところは、例えば絵が綺麗、声優がすごい、音楽がヨーロッパの昔の楽器を使ってていいとか、もうたくさんあるんですが、フリーレンの特に素晴らしいところはたくさんのメッセージがもらえるアニメだということです。エピソード1でヒンメルが死んでしまいフリーレンが泣くシーンがありますね。人間の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろうって言うんですけど、これは大切な人が死んでからその大切さに気づくというメッセージがあって、同じように家族や大事な友達を亡くしたことがある人はすごく心に響くシーンだと思います。私もフリーレンと同じくらい泣いてしまいました。特に最初に見た時より2回目に見たエピソード1はティッシュや
タオルが必要でした。それからフリーレンたちがザインに冒険に行こうと誘った時、ザインはずっと行かないと断ります。本当は行きたいけど自分は若くないとか諦めているザインにフリーレンが私は今の話をしているんだよと言います。昔のことを考えるんじゃなくて今の自分がどんなことをしたいのか考えてというメッセージがあります。これは今の私にも言われているような感じがして心の奥までこの言葉が届きました。まだまだたくさんいいメッセージはあるんですが、こんな風に私はたくさんメッセージをもらいました。このフリーレンからのメッセージは人によってもらえるものが違うと思いますが、おかげで普通のアニメよりずっと見てよかったと思うアニメになりました。皆さんはどんなメッセージをもらいましたか？それからアニメの中ではキャラクターが話す言葉の説明がすごく少ないので、これはどんな意味かな？見ている人が考えるシーンが多かったと思います。例えばフリーレンがまだ子供のフェルンに魔法は好きと聞くシーン、フェルンはほどほどでございますと言います。ほどほどはまあまあという意味で、好きでもなく嫌いでもないという答えです。そしてフリーレンは私と同じだと返事をします。ここで私はなぜ2人は魔法が好きと言わなかったのか、一日中考えてしまいました。これは日本文学を読んでいる時に近い感じがします。他のアニメではできないアニメの楽しみ方があります。こんな感じで今までにないアニメとして世界中ですごいアニメと言われていますが、普段アニメを見ている世代だけじゃなくて60代や70代のファンが多いのもすごいポイントだと思います。普通アニメはだいたい主人公が若くてかっこよくてヒンメルの若い時みたいな人がなりますけど、この話はそんなかっこいいヒンメルがおじいさんになって、そして死ぬ場面からスタートしますよね。そんなスタートなので今までの人生を振り返ることがあって、長く人生を生きた人たちが共感する物語になっています。しかもファンはお年寄りなど大人だけじゃないです。小さい子にも人気があって、私の5歳のメイもフリーレンのファンなんですが、刺激的なシーンが少なくて、最近はチェンソーマンとかダンダダンとか呪術廻戦もちょっと子供には見せたくないようなシーンが多いアニメが人気ですけど、フリーレンは両親が安心して子供に見せられるアニメになってるからかなと思います。アニメからもらえるメッセージがなくても、絵の綺麗さ、コメディの楽しさ、キャラクターの可愛さ、面白さ、そしてすごい戦いなどのエンターテイメントとして素晴らしい物語になっているから、小さい子供にも人気があるんだろうなと思いました。ちなみに私は断頭台のアウラの話はエンターテイメントとしてすごく気に入っています。ということで、本当は30分ぐらい話せるぐらい言いたいことはたくさんあるのですが、今日はここまでにします。あまり優しい日本語にできなくて難しい言葉をたくさん使ったのでわからなかった人もいるかもしれませんが、
英語の字幕もよかったら使ってみてください。フリーレンファンの皆さんはどんな感想がありますか？よかったら教えてください。これからもフリーレンを一緒に楽しみましょう。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話しています。皆さんがもっとアニメや漫画を楽しめるようにお手伝いできたら嬉しいです。それじゃあまた。